こんにちは、TK キャンプです。僕は徒歩キャンプをメインにキャンプ動画を上げているものなんですが、去年ですね、2023年に2ヶ月間をかけて日本一周を公共交通機関を使って徒歩キャンプしてみました。で、背景を伝えると、なんでそんなことをしたかというと、今では2ヶ月で40泊ぐらいキャンプをした僕のこの様子は、それぞれ実は県別に動画でアップしてるんですが、今回はそのまとめとしてナレーション付きで話していきたいと思います。で、第1箇所目は、ドキドキしてですね、滋賀県の六谷崎浜オートキャンプ場でスタートしました。たまたま地球儀さんの石川県のオフ会と翌日に富山で亀ちゃんのオフ会があるっていう、すごい奇跡的に2日間連続つながったので、この滋賀県からスタートして1日ずつかけて北上していこうと、そういう逆算してスタートしました。で、本当にいろんな思いを抱えてすごい不安があったこの動画になってるんですけど、とっても綺麗ですごく感慨深いキャンプ場になりました。で、滋賀県の一つ上になるので、翌日は福井県に行きました。本当にですね、この崖というか、海がすごい絶景で、本当に息を飲むようなすごく素敵なキャンプ場でした。雨が降ったりしたので、ちょっとステルスバリを使ってやり過ごしたんですけど、本当にこんな景色が見えるので、すごく素敵でした。そして石川県は地球儀オフ会北陸編ということで、ここに参加させていただきました。はい。すごく皆さんも優しくてですね、非常に楽しく過ごすことができました。はい。こんな感じで皆さんの焚き火を持ち寄って、やっていました。実はこの時点では結構体調も悪くて、キャンプが終わった後はまだ結構足がしびれてたりとか、体も結構しんどかったんですけど、徐々に少しずつ柔らかくなってきたんですよね。毎日ストレッチだったりとか、薬は常備してたので薬を飲んでました。そして YouTuber キャンプオフ会の連続で、翌日はなんとお隣の県富山で亀ちゃんの外遊びオフ会に参加することができました。あゆキャンだったんですよね。で、この時食べたあゆが本当に最高に美味しくて、これがすごく思い出に残ってます。で、亀ちゃん初めましての日だったんですけど、なんとこの日、神々さんも来てくださったので、本当になんかすごく思い出に残る一日になってます。さらに北上して新潟に着いた僕は、地球儀オフ会でお友達になった方から誘っていただいて、プチ UL オフ会も行いました。これも本当楽しかった。次は山形でソロキャンをしたんですよね。久しぶりのソロキャンで、すごく寂しさを感じたんですけど、本当にキャンプっていろんなスタイルがあって、ソロキャンにはソロキャンの楽しさがあるなって感じた一日でした。旅でとりあえずですね、全部日本47都府県回ろうとかになると、2ヶ月っていう決まりがあるので、楽しめなくなるんじゃないか、苦しくなるんじゃないかと思ったので、とにかく僕の最初の目標は、この北海道の日本の一番北を目指そうということで、この旅をスタートしてました。で、見事ですね、宗谷岬にたどり着くことができて、やっぱりめちゃくちゃ感動しましたね。うん。で、この北に、到達したというところから次の目的は、47都道府県のキャンプを今まで行ったキャンプの場所と合わせて制覇しようと、そういう気持ちに変わってきました。で、この時ですね、北海道でたまたま高兄がイベントをされているということで、最後の北海道の思い出で一緒にキャンプさせていただきました。この時もたくさんお友達ができて、久しぶりのグルキャンだったので、すごい嬉しかったですね。もうやっぱりですね、豆腐キャンプでソロキャンをずっと1週間連続とかで続けてると、本当に誰とも会話しないので、すごい寂しくなるんですよね。だから人との会話ってこんなに幸せなことなんだっていうことを身に染みて感じました。そして北海道で1泊ですね、観光をしっかり楽しんで青森へと下ってきます。この小部キャンプ場というところがめちゃくちゃ綺麗だったんですよ。ぜひ紅葉の時期に皆さんに行っていただきたいですね。で、そのまま秋田県に行きます。で、この頃からもう熊の気配がすごくするようになってきたんですよね。キャンプ場の方からも毎回注意されるようになりました。熊がもう最近よく出ているのでと、注意してくださいということで、この日乾燥だったんですよ。めちゃめちゃ怖くて。で、さらに次、岩手県につながってくるんですけど、このキャンプ場はですね、毎日この付近でキャンプの目撃がされてて、で、キャンプ場のオーナーさんから、昨日もこの近くで出たらしいですよっていう話を聞いて、めちゃめちゃ怖い思いをして過ごしたのがこの東北編です。そして、宮城県に行って、これは高荷にお勧めいただいた、道のくトレイルセンターというところに一泊させていただきました。
道のくトレイルのこの震災と絡めた歴史をすごく聞いて、大変なんか感慨深くなりましたね。一人の人が復興のために作ったロングトレイルっていうのがすごく素敵な内容だったなと思ってこう本を読んでました。次に福島県の猪苗代湖ですね。ここも乾ソロでこれだけ広大なキャンプ場だったんですけど、僕一人だけだったんですよね。めちゃくちゃ綺麗ですごい景色も良かったです。ただ夜中すっごい雨が降ってタープが倒壊したので、すごいボロボロになった僕の動画が残ってます。はい。ちょっとやっぱ砂浜のペグの長さは気をつけないといけないなと思いました。そしてここから一気に東京まで行きました。栃木県とか九州はですね、前に行ってたので、ちょっと残りの日数の関係で飛ばしました。YouTube で神々さんと亀ちゃんが出会ったこの氷川キャンプ場はすごい聖地だと思ってるので行けてよかったです。で、次に埼玉県の長瀞にこう関東がこう時計回りにこう登っていくようなイメージですね。で、回ってきました。長瀞はお友達に勧めてもらったので行ってみたんですけど、すごいいいキャンプ場でしたね。平日なのにもうほぼ満席ぐらいすごい入ってました。そして群馬県へと登っていきます。伊香保温泉近くのキャンプ場でちょっとこう野営感あるような素敵なキャンプ場でしたね。伊香保温泉の温泉も入って観光も楽しめました。この階段が本当すごいんですよね。で、登っていくともうこういう風に絶景がある、すごく素敵な温泉地でしたね。行けてよかった。で、次に長野県の軽井沢まで来ました。で、受付のお姉さんに、だいぶ冷えるんですけど大丈夫ですかって言われて、北海道回ってきたんで大丈夫ですってこう、ちょっと言い切った僕がいたんですけど、この日マイナス5度ぐらいまで下がって、もう眠れなかったです。もうね、とにかくめちゃくちゃ寒かったので、次の日モンベルでダウンパンツを買いに行ったというぐらいですね、すごく寒かった。で、千葉県の柏に戻ってきました。はい、ここはもうなんか小川さんが運営している、キャンプということで、非常にスムーズなキャンプになってましたね。軽井沢の次なのでめっちゃ暖かかったです。そしてソロキャンプが続いたんですが、ここでまた高荷のつながりからのお友達で、茨城のバイクキャンプイベントに行くので、よかったら来ませんかって誘っていただいたので、ご一緒させていただきました。本当に皆さん優しくて親切で、素敵な UL ギアもたくさん持ってて、めちゃめちゃ楽しかったです。本当に人と会話できるっていうことは、こんなにも楽しいことなんだ、こんなにも幸せなことなんだって、すごく気づく、要因になってきましたね。1週間人と会話しないと、本当に苦しいんですよね。で、こうやって皆さんとこう一緒にお話しして、ご飯を食べて、ギアについて語り合うということが、こんなに人生の中で素晴らしいことなんだと。そしてこう、ふと見るこの景色を皆さんと共有できるのが、本当に感動的だったんですよね。いや、かっこいいですよ。かっこいい。やっぱり事件勃発しました。これがなんかこの白い部分が中に入り込んで連結できないみたいになってるんですよ。どういうことかっていうと、普通ってこういう銀の部分があるんですけど、ここのやつだけなぜか入り込んじゃったみたいで、ここは連結できないんですよね。なんかの拍子で中に入り込んだみたいで、これだとポールが連結できないからちょっとポールが立てられないという謎の現象に今陥ってます。ちょっとなんとかしてみよう。ダメだ、ポールがうまくいかないや。パートナーさんに変えましょう。本当にこれがすげえアスレチックなんですよね。おお。で、これめっちゃこれカーブんすよ。揺れて、おお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 。これマジ怖い。だから僕軽量のザックだからいいですけど、荷物めっちゃある人、あれ怖いですよね。絶対落ちた人いそう。季節はだいたい10月の末ぐらいですね。ちなみにここもお友達に紹介してもらったんですが、神奈川県の滝沢園ですかね、すいませんっていうところで、すごくですねこうアスレチックなこの橋を渡って、管理人のオーナーさんもすごい気さくな人で、めちゃめちゃ面白かったです。神奈川県って僕からするとめっちゃ都会のイメージがあるんですけど、ちょっと行ったらこんな風に大自然があるんですよね。で、ステルス張りで、なんとかぐっすり眠ることができたと、そんな一日でした。次に舞台は静岡県へと移します。静岡県といえばもちろん富士山ですよね。ここは富士山がとても綺麗に見えるキャンプ場をまたお友達に紹介してもらったので行ってみました。桂の森キャンプ場というところなんですが、
ものすごい綺麗でした。この市街地が近いので、この見える街の夜景がすごくダイレクトに目に飛び込んできて、インパクトあったんですよね。こんな感じでめっちゃめちゃ綺麗だったので、ぜひここは皆さんにおすすめしたいキャンプ場になってます。オーナーさんもすごい気さくな方で、いろいろお世話いただいたので、とっても皆さん楽しめるんじゃないかなと思います。とってもアットホームなキャンプ場なので、おすすめしていきたいなと思います。そしてこちら、この綺麗な夜景が見えるっていうだけでもすごく来る甲斐があるキャンプ場なんですけども、さらにはですね、目前にものすごく大きな富士山がドーンとこう見えるんですよ。でこちらはもうすべて確か区画サイトなので、混み合うこともあんまりないので、個人的にはすごく綺麗で素敵なキャンプ場だったなと思ってます。朝日だったりとか日の入りだったりとかもすっごい綺麗だったので、富士山と一緒にキャンプしたいという方にはすごくおすすめしたいキャンプ場になってますね。この朝の光に照らされる街の風景とかもすごい綺麗でしたね。また行ってみたいキャンプ場の一つになってます。そして山梨県のほったらかしキャンプ場になります。これはもう皆さんが知らない人はいないというぐらいですね、ふもとっぱらに並ぶぐらいのキャンプ場かと思います。日本一予約が取れないなんて言われてますよね。で、僕は平日っていうこともあったので、ソロキャンプ用の墓地サイトで予約することができました。ただこの驚いたのが、そのソロキャンプ用の墓地サイトも20ぐらいサイトがあるのに満席だったんですよね。なのでこうカルチャーショックでした。ソロキャンプの用の区画サイトが20ぐらいあるっていうのも珍しいのに、そこが全部びっしり満車というか満席になってるっていうのは、とってもやっぱここならではなんだろうなと思いました。そしてこの日はせっかくなので、気温が暖かかったのもあってビビ泊をしました。設営撤収がすごい一瞬なので、それがすごくいいところですよね。こんな感じで一日を過ごしてました。目前に富士山が見えるのもすごい素敵ですよね。はい。で、ちょっと登るとですね、絶景カフェなんかもあって、まるで温泉も近くにありますし、キャンプ場の中でも一日楽しめるテーマパークみたいになってましたね。ですので、もちろんソロキャンプの方にも一度はおすすめしたいキャンプ場になってますし、カップルだったりとか、ファミリーでも楽しめるので、すごくですね、ここは人気の理由があるなというのが分かった次第でした。夕焼けが始まり、景色が変わっていく様もとっても綺麗でしたね。ちなみにこちらが僕が福井から始めて、ぐるーっと北海道から東北を降りてきて、東日本の最後のキャンプ場だったんですよね。で、実はすごくこの時にですね、大事件というかアクシデントが起きまして、キャッシュカードがですね、使えなくなっちゃったんですよ。というのは多分連日キャンプだったので、何か時期の関係とかで壊れてしまったみたいで、現金が下ろせないっていう状態になっちゃったんです。で、これはもうちょっといろいろ考えた結果、一旦ちょっと補給も兼ねて福岡の家に戻ることにしました。連続で回らなければいけないというルールもないので、あくまで自分が楽しむための旅なので、一旦キャッシュカードとか、1ヶ月間丸々家を空けてるので、ちょっと家がどんなことになってるのか心配でもあったので、こちらのほったらかしキャンプ場を旅の前半のピークとして、クライマックスとして過ごして、この後福岡に戻ることになりました。でもクライマックスを飾るとってもいいキャンプ場でしたね。また機会があれば行きたいです。ビビでもしっかり眠ることができましたね。それを見てた方から寝袋だけで寝るなんてすごいですねなんていう風に声をかけていただいたのも覚えてます。はい。こんな形で名残惜しいですが、旅の前半部分を終えて僕は福岡に戻ることになりました。そしてちょうど福岡に戻った時にキャンプ男さんが主催した登山キャンプのお知らせがあったので、そこに参加してきました。大分県で紅葉がちょうどですね重なってる時期だったので、棒ヶ鶴っていうところがすごく九州で有名な場所があるんですけど、そこに皆さんと一緒に登山してきました。めちゃめちゃ綺麗でしたね。体の健康にもいいですもんね。どこまでも疲れないから。
じゃはい。あ豆をかしめる豆。プレミアム。もう一度しよう。いや山を登ってお昼ご飯とお酒で乾杯した後はまた下山していきます。行きも帰りもとにかく絶景でしたね。また一緒に登らせていただきたいです。そしてキャンプの友達から差し入れなどもいただきながらこの紅葉キャンプを楽しみました。そしてこの大分県でのキャンプを終えて次また旅が再開ですね。中断した東海から始めました。はい。なので後半は岐阜からスタートしたんですよね。で、どうせ一回戻ったのでテントの中身とかを入れ替えようと思ったんです。で、やっぱりちょっと前半部分ですね、不安が先行してめちゃめちゃ重くなっちゃったんですよね。14キロとかになっちゃってて、もう本当に歩くのもすごいしんどかったので、中身を入れ替えて臨みました。で、この日、こちらのそろばんファイヤーの火入れでした。もう本当にこれすごくいい焚き火台なんですよね。こう日本一周とか長距離の徒歩キャンプにはもうぜひともおすすめしたい焚き火台になってます。岐阜でキャンプした翌日は、僕人生初の愛知県でのフィールドスタイルに参加するために名古屋に移動しました。はい、名古屋名物が光り輝いてます。初めて参加したフィールドスタイルだったんですけど、これはもう本当にすごかったですね。で、フィールドスタイルの前泊として名古屋のところでキャンプをしました。なんかちょっとこう公園みたいなところだったんですけど、なんかワイルドっぽくて良かったです。で、結構雨が降ってたんですけど、おこもりをしながら一日過ごしてました。次のフィールドスタイルに初参加するためにだいぶ朝早く出発しました。なんか道中に謎のオブジェがあったりとか、そんなこんなでフィールドスタイルに並んで参加しました。 UL テントコーナーなんかもあって、もう本当に興奮しっぱなしでしたね。一度来た方がたくさんまた来たくなる気持ちすごい分かりました。僕も日本一周中じゃなかったらずっといたなと思います。そして次のキャンプは施設の滝キャンプ場三重県になります。東海をどんどん今度は関西寄りに向かって移動しています。おおむねできました。なんか立ててみるとでかく感じるな。なんかもっと低く感じたんやけど、でかい。はい。なんで、ポール4本、シルバーのポール1本で計5本やったんですね。で、クロスクロス、で、前室先1本なんで、ここのスリーブは同じポールを通せばいいので、迷うことは多分ないと思いますね。1回できたら多分これ、簡単やと思います。で、これの特徴は、後ろからも前からも出入り口ができます。後ろからも出られるし、前はこういう前室付きですね。前室付きで、こっちも出られる。ということですね。で、自立型なんで今ペグってない状態なんですけど、これはちょっと軽くペグっていこうと思います。フィールドスタイルでとっても快適そうなテントを見つけた僕は衝動買いをしてしまいました。持ってたテントとはですね、空港のヤマト便を使ってですね、不要なものは送り返して、そしてこの新テントで旅の後半を進めることにしました。このキャンプ場自体は本当に滝と一緒に眺めることができるキャンプ場ですごいインパクトありましたね。滝の音がすごく心地よくて、周りの騒音が一切気にならないんです。で、夏場とかだと滝の、池というか、そこに飛び込むことができて、テントサウナなんかもあったので川遊びをしている人もいました。非常にですね、ここも行った中で素敵なキャンプ場だったので、近くをお立ち寄りの方にはおすすめしたいキャンプ場になってます。そして僕はYouTube とかで拝見してて一度は行ってみたいと思ってたキャンプ場の一つですね、白崎海洋公園に行ってきました。で、YouTube とかで見てたフリーサイトはもう落石とかのリスクでもう使えなくなってたんですよね。ですので、個別サイトを借りて過ごしたんですけど、とにかく爆風がすごかったです。もう風が吹きっぱなしだったんですよね。で、僕以外の方はテントを建てるのを諦めたみたいで、キャンプ場の方のご厚意でみんなロッジとか使ってたんですよ。なんか、勘ですけど、すごい景色が見れそうな予感。行こう。うわ。
今ちょっとですね、勇気ある撤退状態になっておりまして、風がやっぱりあまりにも強くなって弱まる気配がなかったので、バトニングとかも中止して、焚き火もちょっと今諦めております。これで焚き火はちょっと現実的じゃないなと思って、はい、ただ天気予報の見る限りあと2時間ぐらいで止むみたいなので、ちょっと様子は見ようかなと思います。焚き火をしてみたんですけど、風があまりに強すぎてちょっと危険なので、早々にこれもう今やめていこうかなと思います。ちょっと残念ですけど、この風はやっぱ焚き火無理ですね。とってもワイルドな体験をした和歌山でのキャンプの体験でした。この暴風はなかなか体験することができなかったので、自分のキャンプのレベルアップにつながったと思います。そして和歌山を出てですね、今度は大阪にいよいよ到着してきます。和歌山がすっごいハードな状況だったこともあって、この大阪のキャンプ場の時は風が全然なくて穏やかだったんですよね。この時にほっとしてめちゃくちゃ気持ちいいキャンプを過ごすことができました。和歌山では焚き火をすることができなかったですが、ここではちゃんとソロマファイヤーで焚き火をすることもできて、はい、すっごくキャンプって改めて楽しいなと感じていました。ちなみに僕が旅をしたのが10月と11月だったこともあって、結構寒くなってきた時期だったんですよね。なのでご飯は結構お鍋が多かったです。栄養も取れて手軽であったかまれるということで、後半は結構鍋ばっかり食べてましたね。で、次に奈良県になります。ここは温浴施設、入浴施設に隣接していてですね、ファミリーキャンパーがすごく多かったです。なのでちょっとソロキャンパーの僕は若干場違い感があったんですけど、お風呂も入れて非常に快適だったので、風も少なくて、はい、ここもゆっくり過ごすことができましたね。で、一個ちょっと珍しかったのが霧が出るキャンプ場だったんですよね。なので朝起きた時の霧の感じがですね、すごい雰囲気あって綺麗でした。これ確かラーメンか何かを作ったんだと思いますね。とにかくもう鍋物が多かったです。たまにはこういう風にですね、ファミリーキャンパーに囲まれてキャンプをすると、とにかく安心感があるので、獣を恐れる心配もないですし、関西に入ってからはとにかく安心な気持ちで爆睡してましたね。本当に途中で起きることもなく爆睡の毎日でした。で、このようにですね、霧がすごかったので、この霧を神秘的に眺めながら、はい、過ごしていました。そして次はいよいよですね、僕のキャンプの人生の中で最も過酷だった淡路島でのキャンプになります。僕はもうこの兵庫県淡路島でのキャンプを一生忘れることがないと思います。FBI 淡路というとても人気のキャンプ場なんですよね。で、砂浜にテントを建てることができるということで、僕は初めてだったんですよ。砂浜に直接テントを建てるのがすごく素敵だなと思ってここに参加してきました。パッと道が開いた時の海が飛び込んでくる様子がすごい感動的だったんですよね。よし、なんとかこのサンドペグを使ってですね、グランドシートをしました。ご覧の通りすごい風で、これ今吹きますね。すげえ。すっげえ。あんな綺麗な虹久しぶりに見たわ。ちょっと無理なテンションかけすぎた。やばい、盛大にやってもった。なんとかなるかな。ちょっとやってみよう。今日しのげるかな。ちょっとやってみよう。はい、ちょっとボールが折れちゃったんで、気を取り直しても今日はこれでいこうと思います。困った時のビール。明日雨さえ降らなきゃな。別に何の問題もないんだけどな。こんな感じで最初はビビで行こうとしたものの、砂がどんどん中に入り込んできてしまって、急遽なんとかテントポールをリペアポールを使って設営しました。多分もう夜中真っ暗になるぐらいまで時間かかったですね。これはもう過去一しんどかったですね。雨、風、砂、見てください。じっと立ってるだけで風で砂が連れてくるんですよね。いやー、砂まみれ。
これはちょっと過酷だったな。いい勉強になりました。淡路島の暴風から逃げるように僕は徳島県へやってきました。高速バスですぐ来れるんですよね。で、徳島県がこれもありがたいことにお天気も良くて気候もちょうど良くて風も全然なかったので、ここで僕はようやく休息することができました。とってもいいキャンプ場でした。ここすごいやっぱのどかで、四国ってめっちゃ僕好きなんですよね。本当はこういう田舎に住みたいんですけど、なかなか難しかったりします。ちなみにリペアポールはこんな感じで折れ曲がってている状態なんですけど、なんとかいけなくないかということで、残り後半はこの折れたリペアポールで過ごすことを決めました。なんとかこれでやり過ごそうと思ってます。はい。で、お酒なんかも飲みながらですね、この日は淡路島で折れた心とポールを、癒しながら、心を癒しながら過ごしてきました。実はポール結構高くてですね、1万5000とかしたんですよね。だから結構精神的にもお財布的にもダメージを負いました。徳島県の次は高知県へと移動しました。ここも目の前から海が見えてですね、とっても素敵なキャンプ場でした。はい。で、通り過ぎた外国の方から声なんかもかけてもらってですね、とても思い出に残るキャンプの時間になりましたね。うわ、おすすめ。高知のキャンプ場は道の駅が隣接してて、こんなにめちゃめちゃ美味しいお刺身定食を食べることができました。これはほんと絶品。この日は風もなくて非常に穏やかだったんですよね。この高知の海もすっごい透き通るぐらい綺麗で、もうなんか 2,3 日ここにいたいなっていう気持ちになったぐらいでしたね。せっかく高知に来たんならと思って追い活動なんかもしながらですね、本当に食はすっごい楽しむことができました。相変わらず夜は鍋を食べてたりしたんですけど、このお刺身が本当に絶品でしたね。で、夕暮れのこの移りゆく様だったりとか、空のこの綺麗さだったりとか、とにかく癒されたキャンプ場になってました。いやー、カレーうどんもうまいし、キャンプ場もいいし、素晴らしいな。うまっ。うまっ。そして半時計回りにぐーっと香川県へ行きました。愛媛県は僕昔住んでてですね、いろんなとこ行きましたので、今回は割愛しました。ここは丸亀製麺で有名な丸亀ですね。で、温泉施設も隣接してて、ここもすごく気持ちよく過ごすことができました。実は翌日関西のお友達が兵庫県でのキャンプを誘っていただいたので、ちょっと久しぶりに会いたくなった僕は、一度兵庫県は淡路島で行ったんですが、香川県から兵庫に一度戻ってソログルをすることになりました。この時点で僕があとは沖縄含めて行ったことがないキャンプ場はあと5県となりました。はい、このように橋を使った電車ですねを使ってですね戻っていきます。で、こちらは兵庫県のキャンプ場なんですけど、紅葉がもうとにかく綺麗でした。僕の人生の中では一番紅葉が綺麗なキャンプ場だったんじゃないかなと思います。お近くに住んでる方はぜひぜひ行っていただきたいですね。特に紅葉の時期はもうとにかく目が奪われるようなとっても素晴らしい美しいキャンプ場だったので、ここは本当に一押しとしてお勧めしておきたいなと思います。そして関西の皆さんと一緒にキャンプを楽しんで、やっぱり人と会話するのって幸せだなって、そんな風に実感しました。はい、じゃあお疲れでした。ありがとうございました。また会話しましょう。ありがとうございました。いってらっしゃい。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございます。兵庫県のソログルを終えた僕は、次は岡山県へ行きました。で、岡山県のキャンプ場ですね、これナップで予約したところなんですけど、本当にこの公園のなんか状態で、
普通に小さな子供とか目の前をめっちゃ遊んでたんですよね。ちょっと気まずい感じがしました。こんなところでキャンプをすることができるんだなと、ある意味すごい珍しい体験をする形になりましたね。夜になると皆さんいらっしゃらなくなったので、ひっそりとですね、こういうふうにキャンプを楽しむことができるようになってました。次に岡山県から北上して鳥取県へと向かいます。日本海側へ移動してきました。人生初の鳥取砂丘、ここも爆風でした。砂にはあんまりいい思い出ないです。いやー、ちょっとやばい。風対策しっかりしよう。ここは鳥取県の青島といって無料のキャンプ場だったんですよね。本当にありがたく過ごすことができました。かなりの爆風だったんですけど、ポールが折れた中でテントもすごい頑張ってくれてですね、なんとか乗り切ることができました。ただここでまたもう一つアクシデントが起きちゃうんですよね。次に島根県へやってきました。人生初島根ですね。で、ここで島根のキャンプ場で1泊を過ごして、さあテントで泊まろうと思った時に、なんと僕ですね、テントポール、無事なテントポールを1本ですね、なくしてることに気がついたんです。バックパックの横に直でポールを刺してたんですけど、綺麗にその1本だけポールがなくなってたんですよね。で、ポールがなくなったのに落ちたことに気がつかないって、そんなことありえると思って何回か探したんですけど、なくて、キャンプ場に電話したんですけどなくて、なので本当にどこかに僕はテントポールを1つ落としてしまって、さらにポールがなくなってしまったと、そんな状況になってます。そして山口県へたどり着きます。テントポールも抜けてなかなかない状態ですが、ここが沖縄を除いて日本列島の最後のキャンプ場になりました。こちらは口コミがすごく高くて、オーナーさんにお話を伺うと、コンセプトがキャンプレビューをする人をサポートするキャンプ場っていうことだったんですよね。なので本当に至れり尽くせりになってて、とっても面白いキャンプ場でした。すぐ近くにお家があってですね、はい、ここで、ご飯とかも頼むことができるんですよね。で、せっかくなのでハンバーグをお願いしたんですけど、もうこれがめちゃめちゃ熱々で美味しかったです。はい、で看板犬のワンちゃんがいるんですけど、僕のテントに遊びに来てですね、サマヤのナノビビーに一番興味を示してるみたいでした。めちゃめちゃ可愛かったですね。この時点で11月29日とかになってて、本当に2ヶ月丸々使って40件ぐらいを行った僕のキャンプもですね、いよいよ最後、47都道府県最後の場所、沖縄県に行くことになりました。空港でのキャンプということで、ちょっと荷物いろいろ気をつけなければいけなかったんですけど、一発でなんとか通り抜けることができました。人生初沖縄ということで、結構ドキドキした僕ではあったんですけど、本当に行ってみたら最高のリゾート地でしたね。思った以上に空港がすごいしっかり整備されてて、どこにでもバスで行けるようになってました。で、1日目は移動日ということで、ちょっと奮発してリゾートホテルに泊まったんですよ。やっぱ沖縄が綺麗とは聞いてましたけど、やっぱり海はめちゃくちゃ綺麗でしたね。透き通る感じで、この夕焼けが反射してる感じがもうとにかくエモかったです。はい。で、近くに沖縄料理屋さんがあったので、はい、ここも沖縄料理を一人でですね、晩酌しながら楽しんでました。めちゃくちゃいい時間でしたね。はい。で、次の日の朝日を、望んでですね、いよいよここから沖縄の東方キャンプ、最後の日が始まります。で、その前にちょっとだけ観光しようと思って、観光の場所も歩いて、ちょっと海なんかも眺めながらですね、歩いていきました。とにかく海の透明度が高くて、めちゃめちゃ綺麗でしたね。あっという間に泊まってたホテルが向こうの方に見えてですね、歩くのが全然苦じゃなかったです。で、この琉球村にちょっとだけ滞在して、そしてそう観光を楽しんでからキャンプ場へと向かいました。この沖縄のキャンプ場はAKB とかのPV とかでも使われるぐらいとっても有名なキャンプ場だったみたいです。で、11月の末ということで、修学旅行生が沖縄にすごい来てたんですよね。で、いろんなキャンプ場に断られて、最後に空いてたのがここだったんですけど、ここも修学旅行生が200人ぐらいいるんですけど、いいですかって言われて、まさかの200人と一緒に
キャンプをすることになるという、すごい最後の面白い感じでしたね。ただ修学旅行生の方、泊まりはここではなかったので、どこかに夜はいなくなってですね、昼間の喧騒は嘘のように夜は静かになって、夜は逆にカンソロになりました。確かに考えてみれば、沖縄の人たちからすると、これだけ身近に海とかがあるので、あえてキャンプをする必要ってないのかもしれないですよね。おはようございます。TK キャンプです。これ GoPro で撮れるかな？ちょっとやっぱり肉眼では見えないですかね。すっげえ綺麗な朝が始まってます。ちょっと今朝6時20分ぐらいなんですけど、コーヒー作ろうと思います。これが本当のソーキそばみたいな感じで、はい、まとめるとこんなコンパクトな感じになりました。これを使って帰ろうと思います。これで僕のキャンプは47都道府県にあるキャンプ場に行ったことになります。すごい達成感がありましたね。でやっぱり日本一周するとなんかこう人生観変わるなんていうのも聞くんですけど、僕もほんの些細なこと、人と会話することの幸せっていうのをすごく旅後に感じることができるようになりました。旅から戻ってくると九州の友達が歓迎会というか達成会みたいなのを開いてくれて、すごく嬉しかったです。めちゃめちゃご飯が美味しくて、とにかく笑って幸せでした。だからすぐにではなかったんですけど、こういうふうに些細なことから幸せをたくさん感じるようになって、僕が体調が悪かったことも嘘のようにだんだん消えていったんですよね。おかげで今もうその当時は考えられなかったぐらい病気も全く解消してというかなくなってですね、すごく普通の状態に戻ることができました。当時はもうまともに歩くこともちょっと辛くなって、運転も止められてたので、お医者さんから運転をやめてくださいって言われてて、なんか楽しいことが全く想像がつかなかったんですけど、本当に人生って何があるかわからないですし、良くなることもあるっていう希望を信じ続けることが大事なんだなってすごく感じた、そんな旅でした。この旅をやっぱり思い返して本当に良かったなと思うことだったり、楽しかったところって何かなと思うと、やっぱりそれは人とのつながりだったり、誰かと過ごした時間だったんですよね。よく日本一周を終えた後にどのキャンプ場が一番良かったですかって聞かれたんですけど、僕の中で思い返すと、それはきっと誰かとやっぱり過ごした時間をパッと思い出すんですよ。ソロで行った時が一番にはならなかったですよね。なのでやっぱり僕の中でも人と過ごしてキャンプをするということがすごく幸せなこと、人と何気ない会話って幸せなことっていうのを学べた、その友達がたくさんできたっていうのがこの旅を通じて一番の収穫というか良かったことなんじゃないかなっていうふうに、そんなふうに感じました。今回がですね、以上で僕の日本一周徒歩キャンプ旅、公共交通機関を使っての旅だったんですけど、以上となります。次回はですね、いつかどこかで本当に歩いて2年ぐらいかけて日本一周したいななんて、そんな夢も持ってます。今回の動画は以上となります。最後まで拙い動画ですがご覧いただきましてありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。もしよかったらチャンネル登録や高評価、コメントなどいただけますと大変幸いでございます。それでは改めて次の動画でお会いしましょう。ではまた。